皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国側の発表した数字をもとにして考えると、中国がこの後、アメリカの経済力を抜くことはないであろうと考えられるニュースが出たので、これを取り上げようと思います。今まさに米中冷戦のその構造の中において、中国の経済力が伸びて、アメリカをいつか追い越すのではないかといった声などもあります。しかし、そのような考えというものを否定する数字として出てきているのが、中国側の公表した人口動態の調査結果です。経済力や国力を語るときに、この人口がこの後どうなるかといったことは非常に大きな変化をもたらす数値であり、この情報を読み解くことによって国際情勢の流れそのものについても大きな枠組みを理解することに役立ちます。今、世界各国、特に先進国と呼ばれるような国々では少子高齢化といった問題に直面しているわけですが、中国もこの例外というわけではありません。今回発表されたニュースというのは、そうした中国にもまた少子高齢化の問題が発生し、今後の中国の国力にも大きな影響をもたらすであろう内容となっています。それでは一体どのような内容であるかニュースを見ていきましょう。中国、近づく人口減、顕著な少子化、背景に子育てコスト。中国国家統計局は11日、2020年の中国の総人口が2019年から1100万人ほど増えて、14億1178万人だったと発表した。ただ、高齢者は人口の 15% 近くまで増加した一方で、出生数は60年ぶりの低水準となっており、2027年頃とされていた人口減少が想定よりも早く始まる可能性が高まっている。総人口は10年前に比べて 5.38%、7206万人増えた。だがこの10年間の平均増加率は前の10年間よりも低く、人口は伸び悩んでいる。中国で生産年齢人口にあたる15歳から59歳は8億9000万人で、10年前から約5000万人減った。こうした背景にあるのは少子高齢化だ。65歳以上は10年前に比べて約7000万人増えて1億9000万人に。平均寿命が伸びているためで、人口に占める割合は 13.5% まで上昇した。一方、2020年の出生数は約1200万人。前年から2割弱の減少で、1949年の建国以来最大の下げ幅となる。すでに人口減少に転じた地方もあり、東北部の遼寧と吉林、黒竜江の3省は10年前から計1100万人減った。中国共産党機関紙の人民日報系の環球時報は、調査結果を受けた人口統計の専門家の話として、2022年には人口減少が始まるだろうと報じた。少子化の訳。中国国家統計局が発表した人口調査では、人口は増加したものの、少子高齢化は加速。一人っ子政策を廃止したにもかかわらず、出産を望まない傾向は強まるばかりだ。二人目を産んで育てるなんて、時間も気力もお金もない。北京市の不動産会社で働く女性はこう話す。もうすぐ小学校に進学する6歳の一人息子がいるが、夫婦共働きのため、両親に近くに住んでもらい、学校への送迎を頼んでいる。幼稚園や塾の費用、両親宅の住宅費が自宅の住宅ローンに加わり、出費はかさむ一方だ。仕事が忙しいために子供に向き合う時間も足りない。少子化の背景の一つが子育てにかかるコストの高さにあるとされる。教育熱が高い中国では人気の学校に通わせるために学区内の家を買ったり、小さい頃から塾通いや習い事をさせたりする人が少なくない。イギリス系金融大手 HSBC の2017年の調査では、香港などを除く中国本土で子供一人に大学卒業までにかかる費用は平均約4万3000ドル、日本円で470万円程度。2020年の一人当たりの年間の平均可処分所得は約55万円で、経済的負担から2人目を諦める例が多いとされる。高齢化のペースは今後さらに加速する見通しだ。大量の餓死者を出した毛沢東の大躍進運動後の1962年から中国はベビーブームが始まり、その後10年ほどは毎年2500万人以上生まれた。この世代が2022年から順に60歳を迎えるためだ。少子高齢化の影響ですでに生産年齢人口は減り始めており、経済成長は鈍化しかねない。中国政府は対策を急いでおり、現在は男性が60歳、女性が50歳、女性の幹部職が55歳としている定年年齢を
延長する方向で検討を進めているほか、2人までの3次制限の撤廃を求める声も出ている。また、3月の全国人民代表大会では、代表から定年延長だけではなく、子供を持つ家庭への税優遇などの提案が出ていた。すでに人口減少が始まっているのではないかという見方は、中国内外から指摘が根強くある。日本のアナリストは、出生数がここ数年これだけ減っているのに、人口が増加しているとは考えづらいと話す。国家統計局の幹部は記者会見で調査後に数字の調整はしていないとした。中国の経済力は今世紀に入って大きく伸びました。この背景にある重要なキーワードは世界の工場中国というキーワードです。世界の工場というからには世界中の企業が中国に進出して工場を建て、そして多くの人々を雇って製品を作ったわけです。なぜそのような展開になったかといえば、今回の人口統計にもありますが、今世紀初頭には若者の人口が非常に多かったからです。彼らの平均賃金というものは非常に安いものでした。なぜならば、中国には2つの戸籍、都市戸籍と農村戸籍という2つの分類があり、農村においては高い給料を得られるような仕事というものは非常に少ないものでした。ですから、多くの若者たちは富を求めて沿岸部で建てられた海外企業の工場などに積極的に出稼ぎに出かけるような光景というものが中国全土で見られたわけです。そして、世界各国の企業にしてみれば安い労働力を確保でき、しかも中国においては環境規制などもまだまだ先進国よりも緩い状態ですから、労働力をまさに使い捨てにするような形での生産活動というものが積極的に展開されたわけです。そして中国で作られた製品というものが安く出来上がることから、まさに価格競争の波というのが全世界的に広がったわけです。そして価格競争に敗れた地域や業種などは工場を畳み、それに伴って中国での製造というものがさらにシェアを拡大させるような中国にとっては都合の良い循環というものが進んだわけです。この価格競争の話についての一つの有名な話があります。それは全世界的にスマートフォンを展開している Apple の iPhone についてです。Apple はアメリカの企業ではありますが、その製造についてはかなりアジアに依存しています。例えば CPU であれば台湾の TSMC ですし、またその組み立てなどにおいては Foxconn を利用しています。そして中国には巨大な iPhone の組み立て工場があり、そこには多くの出稼ぎ労働者たちが詰め込まれ、そして世界に供給する iPhone が猛烈に生産されているのです。このような中国製造の形というものをもしもやめて iPhone を中国からアメリカで全量生産するようなことになったら、価格は 50% 程度以上は値上がりするだろうと言われています。そのぐらい価格競争といった面において中国製造というものが欧米メーカーにとっても都合の良い形で提供されていたわけです。そしてこのような形であろうとも、たくさんの人たちが労働者として雇われている以上は、これらの人々に対する給与の支払いというものが存在し、それによって中国における労働者の所得というものが内需を活発化させることとなりました。ですから中国としては自国の安い労働力を活用して世界の工場となることが彼ら自身にとっても非常に良い循環を生み出していたわけです。ただし今回の人口統計の話からもわかるように、このような世界の工場であった中国というのは少しずつ過去の姿となろうとしています。若者たちの生産労働人口というものが減少していますよということもそうですし、若者たちも当然のように年月が経っていけば少しずつ年を取っていきます。そして低賃金であった時代というのもすでに過去のものとなり、グローバルメーカーは別に中国に生産拠点を持ってなくてもいいよねということが広く認識されるようになり、すでに生産拠点をベトナムやインドネシア、マレーシアやインドなど様々な国へと移転させる動きというものが広く行われており、中国一辺倒に生産拠点を築くといった動きなどはもはや解消の方向に向かっています。そうした意味でも中国経済の大発展につながった世界の工場であった中国という姿については少しずつその影を潜め、中国共産党は次なる発展の核として先端産業におけるシェア拡大というものに力を入れています。ただし、そのような先端産業における競争といったものは、まさにアメリカの覇権を脅かすものであり、米中冷戦の勃発へとつながっているのが現在の状況です。そして中国共産党としてはこうした経済力の伸びによって軍事力を育成するといったことを続けており、周辺に対する拡張政策というものを推進しています。
そのために中国の圧力を受けて、東南アジアでは彼らが南シナ海周辺に軍事拠点というものを数々築き上げ、周辺国に対する威圧を高めていますし、また台湾に対しても一国二制度を導入し、中国共産党の支配下に入るように何度となく恫喝を行うことが日常的な光景となっています。もちろん日本に対しても尖閣諸島は中国のものであるということを公言し、日本に対する軍事的圧力というものも高まる一方です。ですが、今回発表された中国側の数値がある程度ごまかされていたとしても、少なくともここからわかるのは、現在の中国の勢いというものはここからはだんだん減少することを考えることができます。なぜならば、人口が減少する方向へと向かっていることからもわかるように、ここからさらに大発展といったものを考えられるかといえばそういったわけではないからです。このことはアメリカとはかなり対照的な動きとなるでしょう。多くの国々において産業が発展した後には、どこの国においても生活コストの上昇を招き、それに伴って子供を産み育てることに対する経済的な負担というものが大きくなります。そのために豊かになったからこそ少子化問題というものが発生し、そして豊かになったからこそ医療技術の発展などにも影響されて少子高齢化といった姿が確立されます。このことはアメリカにおいても別に例外ではありません。アメリカに住んでいる人たちというものも同じような問題に直面し、そして出生数というものは伸びてはいません。ただし、アメリカと中国の最大の違いは何かというと、移民をどれだけ受け入れているかという点です。特に中国とアメリカの大きな差となっているのは、その国に移民したいかどうかといったいわゆる憧れを抱くかどうかのその動機づけの部分です。アメリカンドリームという言葉もありますが、それこそ企業を設立し、その企業を発展させ売却するか、もしくは上場して巨万の富を得るかといったことは、それこそアメリカの大きな魅力となっていますし、また IT 系の人材などは非常に高収入で雇われることが分かっています。そしてそのような将来を夢見てアメリカに留学し、そしてアメリカで働くことを夢見る人々というものは世界中に存在しています。また文化的な影響面で言っても、アメリカの文化に憧れる人たちというものを多く生み出しているのが歌や映画といったものなわけですが、一方において中国ではそのような魅力があるかといえば、そういった意味では魅力はないと言った方が良いでしょう。もちろん中国の大学なども非常に優秀な学生たちが非常にたくさんいるわけですが、じゃあだからといって欧米のいわゆる一流大学と同じように世界中から留学生が行きたいと思うかといえばそういったわけではありません。またビジネスで大成功してお金持ちになるんだぞという夢を見るにしても、中国にいて大当たりしようといったふうに考える人々というのはそれほど多いようには私には少なくとも見えません。また移民を受け入れるかどうかといった面においても、アメリカが人種のるつぼと呼ばれるほどに多様な人々が集まる国であるのに対して、中国ではそのような多くの国々の人々が移民したいと思えるような環境はありません。少なくとも宗教的な面においては、中国においては中国共産党を脅かすような宗教というものはまさに弾圧の対象となりますから、宗教的な自由というものが確保はされてはいません。一方でアメリカにおいては、例えばイスラム教に対する風当たりが強いといった問題などは確かに存在はしていますが、だからといって信仰の自由が脅かされているわけではありませんから、どのような宗教の人々も移住して未来を切り開こうと思った時に、アメリカというのは非常に有望な移住先となっています。そのことはまさに出生数が低かろうとも新しい人材がどんどん入ってきて経済を発展させる姿というのは、まさに中国とアメリカの未来像を大きく分け隔てる要因となります。ですから今回のニュースというのはまさに中国が自国の発展というものを第一に掲げてきたその姿として、自分たちの持っていた若者たちの人口といったものをそろそろ武器としては使えなくなり、そして今後は彼らにとっては成熟という名の衰退の道へと少しずつ足を踏み入れていることを示す良いニュースだと思います。このような人口がどのように動いていくかといった考え方から、米中冷戦が長期化すれば長期化するほど私はアメリカの方が有利になってくるだろうと考えてはいます。ただしこの話には一つ最後に注意点があります。なぜならばこの話の中では人間の動きといったものを話しているわけですが、しかし今後テクノロジーの発展によってもう一つの要素というものが加わってきます。それは人工知能やロボットの活用というものはどれだけ進んでいくかです。これはどの程度進んでいくかというのはまだ現状ではわからないわけですが、人間の仕事をどれだけ代替するかといったところまで話が及ぶわけですから、人口が減ってきたとしてもそれを支えるような形で
ロボットや AI といったものがどんどんと積極的に活用されるレベルまで発展すれば、人口動態をもってして経済力の発展を推測することが非常に困難になる未来があります。ですから、中国共産党がそれこそ人口が減ってもそれを補うような形でどんどんとロボットを活用するような未来があれば、もしかしたら中国がアメリカの経済力を上回る時代というものが来るかもしれないという、そうした恐ろしいシナリオというものも存在するわけです。しかし、この話というのは同時に日本に対しても全く同じようなことが当てはまり、日本も少子高齢化が進んで若者たちの人口は減る一方です。私自身はこの少子高齢化というのは別に悪いことだとは思っていません。しかし、問題として言わなければならないのは急激な人口減少が起こるということです。ですから、この急激すぎるという部分については社会に大きな歪みをもたらしますから、少子化対策を行って急激な人口減少というものをなだらかな人口減少まで持っていき、そして人口減少していく分をいずれは AI やロボットの積極的な活用によって社会の形を変えていく。それによって人々の労働というものを大きく変容させていくことが国の形を改めて再構築し、日本の未来を明るくするものだと私は思います。ですから今回の話というのは、米中冷戦の構造から言っても人口から言えば、いずれ中国は発展というものがストップし、それによってアメリカが優勢を保つであろうという話だったわけです。このような世界の流れを見るときに、こうした人口の話というものは非常に面白いわけですが、同時に世界がこう動くんだから日本はどうしようかといったところまで考えると、その面白さもさらに増すと私は思っています。皆さん、今回の話を聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。